はい、ということで前回前々回とこの子に愛情を注いでおりますが、今回もこの子に熱い魂を注いでいこうということで、こちらを搭載していこうと思います。はい、ドン ESSデュアルプラス。こちらはですね、もう結構前から売ってて、いろんな方が動画にしてらっしゃるので知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、センスイノベーションズというメーカーから出てるエンジンサウンドシミュレーターですね。こちらは2つスピーカーがついてサイズも大きめなタイプなんですが、他にもこのシングルスピーカー仕様の ESS1 プラスっていうモデルもあります。これがね、パソコンとつなげていろいろできて楽しいらしいんですよ。ということで早速こちら開封していこう。内容的にはこんな感じ。各社のシャーシに合わせたマウントブラケットが4種類って言ってもアキシャルとトラクサス用って感じですね。あとはパソコンとつなげるための USB、 電源用のケーブル、割り込ませる用のケーブルかな、ネジとクッション性高めの両面テープ、日本語の説明書と英語の説明書とブラケットの使い方の説明書で、本体のサイズは思ってたよりは小さいけどラジコンに載せるにしてはちょっとでかいですよね。TT02 に置いてみるとこんな感じ。まあ結構デカめ。ちょっとこっちも開けてみようかな。言うてこれも結構でかいよ。こっちのシングルの方は長さと幅は同じだけどちょっと薄いって感じ。確かにこれならツーリングカーでもギリギリ収まるんかな。サイズ感はこんな感じですね。ということで今回はこっちのデュアルの方を使ってまずは設定していこう。付属の USB にこの配線の3本の方、こっちをつなぎます。これでパソコンに接続すると。で RC プラスってアプリをメーカーの公式ページからダウンロードして開くとこんな感じの画面が出てきました。なんか立派ですね。でこれが今つながってるデバイス。なんかこれデバイスの名前変えれるのかな。グレイブディガーにしとこうかな。これで名前変えれましたね。でここにねプリセットされてる音が2種類表示されてますね。これをクリックするとなんか別の画面出てきて、これ音聞けるのかな。なるほど。であとはこれがブレーキとターボ、なんかタービンの絵描いてあるね。でこれがホーンガンズなんだろうこれ。ちょっとまあ後から見てみましょう。で上にエンジンとかブレーキとかいっぱい項目があって、細かいセッティングもできるのかな。これちょっと後でやりましょう。じゃあまずはグレイブディガーっぽい音探してみよう。ストアかな。うわあいっぱい出てきた。でこの上にオール、カー、エアークラフト、ボート、その他みたいな感じで出てくるんですよね。車用には1デュアルって書いてあるんですけど、エアークラフトだと全部エアーっていう風に書いてあって、ボートだとボートって書いてあるので、エアー用とボート用の音源はこの本体じゃ使えないっぽいですね。なのでこのカーの中から探していきましょう。ここにもねいろいろ種類があって、ドリフト、ツーリング、ナスカー、F1、ラリー、SUV っていろいろあるんですよね。ちょっと気になる音とかもあったら聞きたいな。ちょっとスカニアの音とかどうですか。聞いてみますかこれ。めっちゃ踏むね。 ER34 とかこれどうかな。 2.8 リッター 618HP。でもちょっとね電子音っぽい気もするね。でモンスタージャムのマシンって確か540キュービックインチだから約 8.8 リッターとかなんですよ、排気量が。で V8 とスーパーチャージャー付き、それで1500馬力ぐらいあるんで、そんな音があるかな。ちょっと F150 とかちょっと聞いてみる。
な。なんだかんだ一番最初にプリセットされてたこのクローラー C、 これがねそれっぽい音するんだよな。やっぱこれが一番近い気がするからこれでいこう。あとターボチャージャーもここから選べるっぽい。どんな音だろう。ああ、なるほど。下級音じゃなくて抜ける方の音なんだね。にゃーこれはの鳴き声みたい。いやー、どれにしようかな。ちょっとおとなしめなこのブローフっぽい音にしとこうかな。でこれでダウンロードすると。んで、あ、なるほど、もう一回押すとインストールできると。でこれが多分プリセットされてた1と2どっちに入れますかっていう項目だと思うので、1の方で。これでおそらくいけたっぽい。であとはブレーキ、これもちょっと聞いてみよう。おー、なるほど。ブレーキというよりスキール音っぽいのかな。これはなしでいいかな。でこの AUX、 これがホーンとかですね。これはちょっと予想外だな。これは面白い。ちょっと他のも聞いてみよう。ああ、普通のやつ。でここにねちょっと気になるのがガンファイア。これはいいのかな、再生しちゃって行ってみよう。おおびっくりした。あまり穏やかではない音が。でもこれ何に使うんだろうね。アタックバギーとかか。まあ今回は使わないかな。じゃあセッティングしていきますか。まずはエンジン、これアイドリングかな。オンとオフで選べて、アイドルディレイ、この場合のディレイってなんだろう。ちょっと聞かないと分かんないから一回つないでみようかな。はい、ということで搭載しました。後ろのボディマウントの上に乗っけて、これだけだとちょっと不安なので後からタイラップで固定しようと思います。電源もバッテリーと ESC の間に割り込ませるだけなので、ディーンズコネクターさえついてれば超簡単ですね。でまず初期設定なんですけど、スロットルポジションをこの人に読み込ませる必要があるので、モーター配置に抜いておいた方がいいと思います。ちょっと私の場合はこれハンダ付けしちゃってるので、受信機用電源だけ別でつけて ESC を受信機から抜いた状態で設定していこうと思います。まずはプロポのスイッチオンで、本体のプラスボタンを長押しします。するとこんな感じで長い音が聞こえるので、ここでニュートラルでプラスを1回ポチ、次にフルスロットルでプラスを1回ポチでバックに入れてポチ。これで最後ピーって長い音鳴りましたね。これが終了のサインです。これでスロットルをちょっと開けると、こんな感じで、今なんですけどスロットルに対してちょっと吹き上がりが遅いのかな。もうちょっとレスポンス感があるといいなと思うので、この音源でできることをやっていこうと思います。うまくできるかわからんけどちょっとやってみよう。一旦設定完了。これでいってみよう。スロットルとスロットルスロットルとホーンが連動してました。
はい、ということでいい感じにセットが完了しましたので、セットした内容を見ていただこうと思うんですけど、まず音、これ変えました。スピーカー通してよくよく聞いてみると、こっちのショートコースバギー B の方がクランキングと低回転の吹き感が良かったので、こっちに変更しました。では設定の方ですね。エンジンのセッティングで、まずアイドルディレイ、これはですねアイドリングで待機している時間のことなので、ちょっと長めの時間、5秒から15秒に変更しました。で次にこのレブリミッターに関しては、フルスロットルにしてから何秒後にレブるかっていう設定だと思うんですよね。なのでラリーカーとかだったら早めにレブが入った方がかっこいいかなとか思うんですけど、私は今回最長の10秒にして基本レブに当たらないように設定しました。次がレスポンスですね。サウンド的にこの音だと高回転まで上がりすぎちゃうので、操縦してるところを想像してスロットルを引くストローク量とフルスロットルにしてる時間こんなもんかなって考えると 1.5 倍ぐらいのスピードだったので、一旦ここで設定してます。あとこのシフトの設定なんですけど、これシフト回数までは設定できないんですよ。通常モンスタートラックって2速なんですけど、いい感じのところがなかったのでシフティングはオフにしておいて、私の心の方をセッティングして2速発進だと思い込むようにしました。でこのシフティングに関しては、このパーセンテージを上げていくほどシフトタイミングが速くなっていくので、例えばラリーカーだったらちょっとクロス気味にしてみたりとか、アメ車だったらパーセンテージをこう下げてワイド気味にしてあげるとそれっぽくなるんじゃないでしょうか。でブレーキの方は音を入れてないので、これはもう設定触らず、次がターボの方ですね。ターボの方はちょっとだけ音量下げました。ていうかここは音量しか設定できる項目ないですね。で続きまして問題の鳴りっぱなしになってたホーンなんですけど、これ4チャンネルに信号が入ったことを読み取ってホーンが鳴るっていうシステムで、私がですねプロポの設定を前のツイン ESC の時のままにしちゃってたのが、スロットルと連動して鳴っちゃってた原因なんですよね。なのでチャンネル4の設定を一旦フラットにしてスイッチ1で鳴るようにしました。では聞いていただきましょう。ぶっちゃけ私の場合はですね、ラジコンにエンジン音が欲しいって思ったらもはや GP 走らせるぞっていうタイプの人間なので、こういったサウンドシステムって気にはなりながらも購入するっていうところまで今までいかなかったんですよね。でもですね、やっぱりこのモンスタージャムのマシンって 8.8 リッターの V8 エンジンのこうけたたましくかけだけしい音方向みたいなのがやっぱ魅力で欲しくなっちゃって、今回試しにこれを買ってみたんですが、これはねちょっと考え方を改める必要がありますね。たぎるファンの方も別のマシンにつけてみようと思います。ちなみに今回ですね、こちら KS ホビーさんで購入させていただいたんですが、デュアルの方が15,000円、ワンの方が13,000円となっておりますので、興味がある方はぜひ。ということで次は分からんけど多分次回変わるかもしれんけど、この子をいよいよ走らせていこう。終わりー。